サイクリストの皆さん、みんなの嫌いな梅雨の時期がもうちょっと下がった方がいいです。頭切れちゃう。 OK、梅雨のシーズンでございます。僕が1年前からですね、ずっと使っているサイクルポンチョ紹介していきたいと思います。クロームとキウっていうですね、レインウェアをねめちゃくちゃ作ってるメーカーさんがコラボしたバイスクルポンチョです。いわゆるポンチョですね。はい。自転車にすごく特化した、作りになっております。でもって結構コストパフォーマンスはいい方なのかなと思っております。自転車乗りにとってめちゃくちゃありがたい機能が盛りだくさんでございますので、そちらを紹介していきたいと思います。1年ぐらい使って感じた不満点というか改善してほしい点もね、せっかくなんで今回ねご紹介していきたいと思います。早速いきます。この瞬間を待ってたんです。雨が降る瞬間を。で今回ね撮影のサポートでうちの奥さんもね来てもらっております。イエーイ、よろしく。自転車にとても優しい作りしてるよということで、久々登場マウンテンバイクのリーボくんとエイトスくんにもですね、来ていただきまして、フラットバーハンドル、そしてドロップバーハンドルに対してもどうなのかっていうところもですね、皆さんに見せていければなと思います。ポンチョっていうのは基本雨の日するものじゃないですか。雨の日っていうのは視認性が悪くなります。車運転してるとどうしてもね、ずっとワイパーやってるんで車から見ると結構見づらいので、黒って基本 NG なんですよ。視認性悪いじゃないですか。なんですけどもこれ黒を採用してますね。あれクロムさん何やってんですかと、Q さん何やってんですかと思うじゃないですか。安心してください。これね全面にプリントされてます。全部これ反射するんですよね。夜中ですね、車のライト当たるとめちゃくちゃ明るいです。普段使いでもね黒いポンチョっていうのはやっぱりかっこいいです。自転車乗る時以外のデザイン性もしっかりとね考えられているのがクロームらしくていいなと思いますけども、まずはデザインそんな感じでございます。ただデザインだけじゃないんですよ。これは後ろにリュック転がってますよね。バラージバッグって言います。クロームの完全防水バッグです。今回、ヘルメットと僕の大切な PC 入れてますけども、このリュックを背負った状態でもまずポンチョね余裕があります。1つ目の特徴はポンチョなんだけども前が開きます。こんな感じでポンチョっていうと必ずガバって上からかぶんなきゃいけなくて、また上からガバって脱げなきゃいけないんだけども、これはですね前にジップがついてます。当然止水ジップなんですけども着脱がしやすくて個人的には気に入ってます。このフードは結構工夫がされていて、一つは自転車乗った時に後ろを向いてもこう突っ張らないようになってます。後方確認するじゃないですか。ガッとそういった時に突っ張ったりしないように工夫がされています。ちょっとでも周りの音がよく聞こえるようにこのフードにですね耳のベンチレーションがちょっとだけあります。ここなんですけど少しでも周りの音が聞こえるようにという配慮でございます。後ろを向くとねドローコードがついてます。ここをキュッとこう締めることでここがかなり絞られます。なのでこうね走ってて後ろがめちゃくちゃ見やすいです。もうフードをかぶってるとは思えないぐらいしっかりと見ることができます。これも結構ねいい工夫かなとは思います。後ろ見るとですねちょっとすぼまってるのが分かると思います。ここがねキュッとなってると思うんですけども、これはですね自転車乗った時にタイヤにですねこのポンチョが巻き込まれないようにするための配慮です。ギュッとこう絞ることによって調整することができます。絞れてない状態なんですけども、このまま乗車するとですね結構タイヤに巻き込んじゃったりすることがあるんですけども、これですねギュッと絞ることができます。こんな感じでこれによって後ろがですね、巻き込まれない、そんなような作りになってます。結構凝ってますよね。じゃあバイクに乗るときですね、今ずっとここに入れたんですけども、一回戻しましょう。こうやってキュッと中に入れて
もう違うところから腕を出していきます。横の線が2つあると思いますけども、この先にですねまたクリップがあります。こんな感じのクリップがついてますので、これをブレーキの、ホースとかにこうつけます。パチンと。でもう1個反対側にもついてますので、ブレーキホースとかにねパチンとつけます。こんな感じでねくっつくんですね。ピタッとくっつきます。であとはですね、こんな風に乗車しましょう。裏にですねこういうですねゴムがついてんですね。ここに腕を通しましょう。そうするとバタつかずにしっかりとピーンとねポンチを貼ることができます。ちょうどこの白い反射板の真下にゴムがついてますので、しっかりとここでバチンとつけることで、仮にこうやって乗っててシューって乗ってて前からねめっちゃ風が吹いたとしても、風にこう煽られることなくちゃんとですね走ることができるといったような感じでございます。なかなかよく考えられてるんじゃないかなと思います。とはいえこの辺がバタつくんですよ。めちゃくちゃブワーってバタつくので、この辺も押さえたいよねということで、もう1個クリップあります。このクリップをこことかに、この辺にですね押さえるための場所があるので、パチンとつけることでこのバタつきをね少しでも抑えるような作りが施されてます。はい、さっきまではこんな感じでプラーンとしてたので結構ふわーってなったんだけども、これをちゃんとここにパチンとつければ完璧に抑えるわけじゃないんですけども、多少ですねこのバタつきを抑えることができるといったような感じになってます。これねよくできてるでしょ。ヘルメットかぶります。ヘルメットかぶってみましょう。ヘルメットに関しては上からかぶる形になります。中に入れるにはちょっと窮屈です。この辺は個人的にはヘルメットかぶった状態でさらにかぶることができたら良かったかなとは思ってます。コードに手を通して走るという感じですね。だいぶ安定感あると思いませんか。少なくとも上半身はバッチリ大丈夫ですね。下半身はやっぱり下からの水では濡れてしまうので、できればこういう長靴とかの方がいいと思います。ドロップハンドルに関してはどうでしょうかということで、ちょっとねせっかくなんで見てみましょう。雨の日撮影っていうのはなかなか過酷ですな。キャンプ場とかでさ雨降ったりするじゃないですか。そういう時にさみんなちょっとテントの中入っててっつってさ、焚き火台とかさいろいろこう避難させるじゃないですか。そういうのもさお父さんの仕事じゃないですか。そういう時にこのクロームのやつをね特によく僕は使ってるんですけども、正直フラットバーの方がつけやすいです。ピーンとしてて、しっかりとね貼ることができます。ドロップハンドルはちょっと狭いのでピーンと貼ることは難しいんですけども、ただ普通につけることはできます。さっきと同じようにですね、このブレーキホースですね、こちらにこのクリップをつけましょう。パチンパチンと。これで風で吹き飛ぶことはないです。ハンドルに手をかけることで、こんな感じでしっかりとね乗ることができます。ちょっと軽くね回ってみます。おいおいおいと。こんな感じですね。ロードバイクでも全然問題なくねいけると思います。もちろんねグラベルロードでもいけると思いますけども、注意点は最近ねフル内装のロードバイク多いと思います。ブレーキホースも全部この中に入ってるやつ。それはですねクリップを挟むとこがないので相性はいいかって言われたら良くないですね。あくまでもブレーキホースがちゃんと出てるやつの方がいいと思います。そしたらですね、これ雨今降ってますけども、収納をどうやってやるかっていうのをねちょっとね見せていきたいと思います。職場なり学校なり、家に着きましたということで、このポンチをどうするか問題に遭遇すると思います。収納の部分に関してもですねよく考えられてます。まず前から開きまして、今日ぐらいの雨だとさすがのポンチョでもやっぱ濡れるよね。どんなレインウェアでもやっぱさすがに完全に防ぎきるのは難しいと思うけど、でもねある程度マシかなと思いますが、スタッフバッグがついてます。これをですね持ち歩くだけであればもうブワーッととりあえず入れちゃってもいいんじゃないかなと思います。くるくる回して
パチンと止めて、でまあこんな感じで、やることもできます。今回自転車用ということで、このポンチョを上手に畳みましょう。まあ僕は正直ねざっくりでやっちゃってるんですけども、こんな感じで綺麗に畳みます。綺麗ではないかもしれないんだけど、こっちにね小さな袋もね中に内袋として入ってます。入れることができます。で先ほどのこのねスタッフバッグだった方、こっちもですね入れてしまいましょう。なるべく袋の奥の方に置いてあるとですね、結構スマートに入れることができると思います。結構しっかりとね入れるとですね、こんな感じでちっちゃくすることができます。ちっちゃくするだけじゃなくてですね、後ろを見るとジップがついてます。はいね、ピーンときた人いるかもしれません。これですね、バイクのハンドルとかフレームに取り付けることができます。マウンテンバイクがあるのでちょっとやってみましょうか。ハンドルにくくりつける場合は、シンプルにこんな感じでグッとやれば、ハンドルに取り付けることができます。はい、ロードバイクのハンドルはですねくくりつけられますが、こういうサイコンのモントがあるとつけるのが結構しんどいです。つけられるんですけど、もしもねハンドルにつけたいのであれば、こういうのは外した方がいいと思います。つけるのであればできれば上につけた方がいいと思います。真下だとねちょっとやっぱり振動でポロンってなりかねないので、こういうサイコンのマウントなんかをつけてない、例えば通勤用のバイクなんかでですねやるといいんじゃないかなと思います。めっちゃ濡れたわ今日。やべえ。皆さん聞こえてますか？今からちょっと仕掛けていきたいと思います。少々お待ちください。すげえ濡れたわ。やっぱ雨すごいな。梅雨やばいな。なかなかひどいよな。気づいてません。よいしょ。よし、じゃあエンディング撮ろうかな、そろそろ。よし。おお。なんすかなんすか。だってさ、完全防水じゃん。完全防水だね。一応バッグはね、バラージーバッグ後ろにこれね。雨ってさ、小雨もあれば大雨もあるじゃん。はい。みんなはきっと本当のレビューを知りたいと思うんですよ。今俺パソコンとか入れてんだけど、これはそのぬるいレビューよりもどのくらい本当なのかっていうのは皆さん知りたいと思うんですよね。なるほどね。そのためにこれを見て買ったりするんですよ。なるほど、わかりました。じゃあ、はい、チャリンコ乗ってます。いや、台風だ。台風でも仕事に行かなきゃ。上司が台風なんて関係ねえ、早く出社してこいって言ってたから。そしてこの中には大事な案件が入っています。案件のデータが。PC も入ってる。こんなので出社してこいっていう会社は今すぐ辞めた方がいいよ。背中、はい、はい、背されるでしょ中。バックですよ、これ。喉が渇いてるかなって。さすがスパルタのうちの奥様、すごいね。でもこれ1万ミリまで耐えられるんで、このウェアは。ガラージバッグね、外側めっちゃ濡れてるんだけど、これね中もねターポリンになっててね、2層構造になってるんだよね。ということでこんなこともあろうかとタオルを仕込んでみました。濡れてたら黒くなるけど濡れてない。濡れてない。濡れてない。PC も大丈夫です。もうよかったよかった。危ねえ、マジでちょっと案件結構入ってんだからさ。このバラージバッグもすごいよね。ヘルメットこの中にスポン入るからさ、
サイクリストにはめちゃくちゃいいよ。はい、ということでこちらのポンチョ、基本的にはかなりよくできています。なんかよく考えられてる。作ってる人は本当に自転車のことが好きなんだなっていうのはよくわかります。ただ個人的に感じた、もうちょっともう一押しっていうところもちょこちょこありますんでお伝えしていきます。まずいいところ、デザインめっちゃかっこいい。ポンチョの中でもダントツクラスでかっこいいと思います。例えばアウトドアメーカーの、レインジャケットとかって2万とか全然するんですよ。なぜかっていうとボアテックスとか糖質性基本的には高いんですけども、それと比べると半額ぐらいの値段で買えるっていうのを考えれば、特別超高いとは僕は思わないです。ただこれは今日みたいに結構涼しい日だったらいいんですけども、めちゃくちゃ暑くていわゆる蒸し暑い日で雨が降っちゃうと、高機能素材が欲しいなといったのが正直なところですね。例えばゴアテックスとかそういった、高性能な素材だと雨もバッチリ防いで汗もしっかりと逃がすみたいな、それを使うともう完璧なポンチョなんじゃないかなと思います。もちろんその分値段は上がっちゃうと思うけども、個人的にはですね、いや値段上げてでも買う人はいるんじゃないかなって思ってます。いいなと思ったところと惜しいなと思ったところはこのフードの部分ですね。ここめちゃくちゃギミック整ってます。特にこの左右に動くところを振り向いた時にぐぐぐーっと動いて突っ張らないでしっかりと後方確認ができる。さらに後ろを引くことでピタッとさせられるのでめちゃめちゃ後方確認しやすいのは超いいです。1個言うならばヘルメットした状態でこれができたら最高ですね。もっとフードはでかくしてほしいです。できればですねヘルメットした状態でかぶれるといいと思います。後ろの振り向きは全く問題なくできるんですけども、個人的にはフードがでかい方が好みですかね。この辺は好みの問題かもしれないですけども、ただこのギミックマジでいいです。めちゃめちゃよくできてますね。ここですね、サイドの綿付けを押さえるためにクリップを押さえるんですけども、これがね同じ黒で見づらいんですわもうここも反射材にしてほしかったですね。そうすれば一発ですぐ見えますので、ここに反射材ついてるのはいいんですけど、この色をこっちにも持ってきてくれると、このバタつき防止のこの部分もどこだっけみたいになっちゃうんですよ。みたいな。雨だと焦るしね。雨だともう早く雨だやばいみたいになるじゃないですか。そういう時にさっと分かればいいんだけど、いたここですね。ここっつっても多分カメラだと分かんないと思う。そんな感じでしょうか。基本的にはかなりよくできてる。この値段でよくいろいろギミック入れたなというふうに僕は思いますけども、1年間使ってきて思った正直なところもねしっかりとお伝えさせていただきました。はい、これからのその梅雨のシーズンね、結構雨の日しんどいなっていう日はあると思うんですけども、このねポンチョがあれば多少なり雨の日も楽しくなるんじゃないかなと思いますので、もしね気になる人はね下の概要欄に全部リンク貼っておきますのでチェックしてみてください。女性と男性の着た感じの違いなんかもですね動画内で、奥さんが着てくれたのでなんとなくサイズ感も分かったと思います。うちの奥さんは160ちょっとあるんですけども、今回の動画は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。えんちゃん頑張ったじゃん、奥さんナイスシャワーと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ様でした。